大地の祈りのアジトは西です。急ぎましょう。北側の岩が隠し扉になっています。こっちです。こんなところに。アジトはこの奥です。さあ、人に見つかる前に中へ。アジトは地下になります。地下にこれほどのものを作るなんてすごいですね。巫女殿、どうなされた？それにお前たちは。大丈夫です。怪しいものではありません。彼らは大地の里のものです。それより巫女は封印の術で体力を消耗している。しばらく休ませてくれ。承知した。さあこちらへ。奥にリーダーのマクスウェルがいるはずです。説明をお願いします。はい。ひどい衰弱です。眠っているというよりは意識をなくしたと言った方が正しいでしょう。この龍玉の力で何とか持ちこたえていますが、これがなかったら死んでいてもおかしくない状態です。龍玉のパワーをもってしてもイリス様の意識はまだ戻りません。いらっしゃいませ。どのようなものをお売りしましょうか。なんて商人のふりをしていますが、実は僕は情報を集めるのが仕事でね。仲間内からは変装王と呼ばれているよ。ひょっとして本当に何か買いたいのかな？マクスウェルアート兄様。あなたはなぜその名を？ウェンディアーナです。ウェンディアーナ。お忘れですか、兄様。確かにあまり会われたことはありませんが。いや、覚えている。だがどうしてここに？城はどうしたのだ？ウェンディアーナ？城？
一体何の話だ？その知らせていないのか？はい。ウェンディさん、もしよかったら教えていただけませんか？私たちは仲間なのですから。そうだよね。実は私ヒンギスタン王家のものなんです。王家の？つまり王女様なんですか？とは言っても側室第三王女だから上に2人の姉様がいるんだけどね。その王女がどうしてモノポリス社なんかに入ってたんだ？それは私のせいか？はい、兄様。ちょっと待ってください。ウェンディさんはヒンギスタンの王女、そしてマクスウェル様がその兄ということは。ヒンギスタン王家の王子？どうして王子がレジスタンスのリーダーなんてやってるんだ？私とウェンディアーナのことはこの場だけの秘密にしてほしい。レジスタンスメンバーにも知られたくないのだ。確かに私はヒンギスタンの第二王子だ。そして王家の歴史を学ぶうち、ある疑念が大きくなった。数百年前、乱世から民を守った信望から我が王家は繁栄した。だが国が大きくなり富と権力が集まるうち、我が王家はそれが当然のこととなってしまった。天津さえさらに富を得ようと国民に重い税を課す始末。私はそれをやめさせようと何度も父に進言した。だが父は私の言葉に耳を貸すことはなかった。だから私は城を出たのだ。それで国民のためにレジスタンスを作ったと？だがそれなら身分を明かしてもいいんじゃないか？どうしてだ？確かに現在の王を戒めるだけならばそれでも良いだろう。だがそれではこの先に同じような事態が起こらないとも限らない。今ここで王家はなくなった方が良いのだ。そのためにはこの革命の勝者は国民でなければならない。だからホメロス国にも手出しされてはまずいのか？そういうことだ。そんな。それでは兄様は城には戻られないのですか？すまないな、ウェンディアナ。私は城には戻らぬ。また革命の表舞台にも出ない。そんな。それではどうすれば？マクスウェル様、せめてウェンディさんのお話だけでも聞いて差し上げてはどうでしょうか？聞くだけなら構わぬ。実はまだ公になってはいませんが、ギリアム兄様が戦死されました。兄上が？マクスウェル兄様が城を出られて以来、父王はめっきり落胆し病床に伏すようになりました。その後国の政はギリアム兄様と宰相のザフリードが行っていたのですが、昨年戦場に視察に向かった折に。私の得た情報では戦場で負傷し寝込んでいるとしか。兄上は私より剣の腕が立っていた。その兄上がまさか。兄様がお疑いになるのは当然です。父王もギリアム兄様の真意を疑いました。ですがそれよりも別の問題が起こりました。なんだ？ギリアム兄様の死により全ての政を取り仕切るようになった宰相ザフリードは私腹を肥やすためにさらに重い税を市民に課すように。やはり昨今の重税はザフリードの仕業だったのか。それだけではありません。ザフリードは自分の立場を盤石なものとするため姉様に婚姻を迫っています。すでに城内はザフリードの息のかかったものばかりです。そして父王は最後の望みをマクスウェル兄様に託すため
私を城の外に逃がしました。そうだったのか。兄上の具合が良くなればまだマシになると考えていたが、ウェンディアーナ、よくぞ知らせてくれたな。それから大地の巫女のことだが、イリス、彼女がここに戻ってきたということは、侵略者インフィニトーの封印はできなかったということだな。どうやら事情は聞いているみたいだな。彼女を里から連れ出したのは私だからな。全て知っているさ。逆に俺の方が聞きたい。生き残った里の者としてな。私は城を出てから身分を隠してモノポリス社に入った。あの頃は腕に自信があったからな。それでその腕を見込まれ特殊部隊に配属になった。そしてある時、大地の里を探るという単独任務を受けた。細かい経緯は省くが、里の場所を探り出し総帥のブランドルに報告したが、その時に総帥の危険な思想を知ってしまった。私は里が襲撃を受ける直前に巫女を連れ出しモノポリス社から逃げた。モノポリス社に気づかれないようイリスを連れ出すのが精一杯だった。私自身がモノポリス社にマークされていたからな。それにしても、なるほど、それで君に見覚えがあったのか、ブレイブガード殿。そうだ、巫女を連れ去る時ブレイブガードも一緒だったんじゃないか。その後いろいろあったのだよ。イリスのブレイブガードは彼女と私を助けるためモノポリス社に殺された。それじゃあ彼は何者だ。大地の里には何人ものブレイブガードを眠らせておくポットがあった。はるか古代の技術らしいが、その中で眠るブレイブガードは皆同じ顔をしていたよ。そのポットの中から大地の巫女一人につき一人のブレイブガードを目覚めさせていたらしい。里を襲撃したモノポリス社はそれを持ち帰り、中で眠っていた彼を目覚めさせたのだろう。それじゃ彼に以前の記憶がないっていうのは、なくしたんじゃなくて最初からなかったってこと？本当は記憶があったはずってこと？だったら思い出せるといいわね。さて、私は他の者たちと今後の行動について話し合わねばならない。すまないが話はまた後日。今日はゆっくりと休んでくれ。あなたと出会ってからまだそれほど長くありませんが、すごく前から一緒にいる気がします。それだけいろいろなことがあった、そういうことですね。やはり
私の目は正しかったようです。妖精界に言い伝えられた予言の勇者はあなただったと確信します。これからもよろしくお願いしますね。とうとう秘密がバレちゃったわね。私は兄様の行方を追うためにモノポリス社に入ったの。城を出た兄様がモノポリス社に入ったことが分かったからね。分かっちゃった？どうやら兄様が赤狼隊に入っていたみたいだから。だからモノポリス社の記録を調べてみたんだけど、記録が抹消されてて危うく手詰まりになるところだったわ。だけどよかった、マクスウェル兄様に会えて。これで私の使命も終わり。言いたいことは分かってるわよ。総帥のインフィニトーの野望を阻止しないと。そういえば君の秘密が分かったわけなんだけど、ずっと眠っていて起こされるとか、自分と同じ顔をした人とか、なんだかピンとこないわね。何にしても君は君だから、これからもよろしくね。どうしたの？兄様に手料理を。なるほど、そうつなげましたか。でも残念、私が料理にこだわったのはそういうことじゃなかったんだ。私が兄様を探すために城を出た時には2人の従者がいたの。訳あって今は1人なんだけど、軍資金がなくなってからはその2人が働いてお金を稼いでくれた。姫に労働はさせられませんって毎日疲れて帰ってくる2人に私は何もできなかった。だからせめて温かい料理でも作ってあげられたら。それが私が料理にこだわる理由。今さら作れるようになってももう2人は戻ってこないのにね。もう食いしん坊なんて嘘。ありがとう、優しいね。巫女が里を捨てたわけじゃないと分かって少し気持ちが楽になったよ。それにあんたの正体も分かってきたな。やはり全ての元凶はモノポリス社か。なるほど、確かにそうだな。つまりは侵略者インフィニトーが指示してやらせているっていうことか。ごめんなさい。せっかくあなたが命と引き換えに逃がしてくれ。あなたを誰かと間違えているようですね。命と引き換えということは、その人はもうこの世には。ごめんなさい。私は使命を。ごめんなさい。次こそ絶対に。そっちの準備はどうだ？私の部隊の準備ならすでに終わっている。いつでも出られるわ。よし、これより予定通り強襲作戦を開始する。人間どもの主力である大地の巫女を殺せば連中はよりどころを失う。
結束を立てば人間など烏合の衆に過ぎぬからな。この星はインフィニトー様のものだ。行くぞ。